で、次のステージにね、移行するためのもうビッグチャンスなんです。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。先日はチャンネル開設1周年を記念して初のライブ配信を行いました。たくさんの方にご参加いただきまして本当に感謝の気持ちでいっぱいでした。ありがとうございます。お仕事とかお家の用事で見られませんでしたっていう方もね、アーカイブで見てくださってコメントくださったりして本当に嬉しかったです。どうもありがとうございます。なんかもうめちゃくちゃ緊張してて、もう口がもうパッサパサでで、後からね、見返してみると、なんだろうなっていうね、謎の口癖をね、すごい繰り返してたりとかして、お見苦しい点がたくさんあったかと思うんですけど、楽しかったですっていうお声をいろいろいただきまして、素のまめこさんが見られてよかったですとかね、もう本当に素のまんまで、すいません。皆さん、お優しい方ばかりで、本当に助けていただいて、なんとか無事終えることができました。いつも行動とかチャレンジが大事ですって言ってる私がね、やっぱり1周年記念ということで、何か新しいチャレンジをしてね、皆さんにお見せしたいなって思ってたので、失敗してもね、それもまた面白いんじゃないかなと思って、とにかく皆さんで楽しみたいなと思って、やることができて、本当に良かったと思います。即興でね、その場で皆さんの質問にお答えしていくっていうのもすごくいい経験で勉強になりました。とってもね、いい質問とかリクエストとかもたくさんいただいたので、アーカイブでね、残ってますんで、私もまた何度も繰り返してみようと思います。で、今後の参考にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。また機会があればライブやってみたいなと思っています。2年目も引き続きよろしくお願いいたします。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンの方もよろしくお願いいたします。はい。では今回のテーマ、どん底からでも幸せになれるシンプル3ステップということでお話ししてみたいと思います。以前の動画で辛い時期とか絶不調の時期でも自分を責めなくていいよって、大きな転換期を迎える前とか転換期の後にね、エネルギーを充電するための大切なお休み期間ですよっていうね、お話をしたと思います。そしてまたちゃんとサインがやってきて、そこから次のステージへと移行していくことになるっていうこともね、お話ししたと思います。人生はね、誰でも山あり谷ありで、いい時と悪い時がありますよね。これがね、なだらかな人もいれば、アップダウンが大きくてね、波乱万丈な方もいらっしゃいます。私もどちらかというと波乱万丈な方だったんですけど、別にね、どっちがいいとか悪いとかではなくって、で、その人にとって必要なことがね、必要なタイミングでちゃんと意味があって起こってるんですね。で、そして誰しもね、人生のどん底期っていうのも経験することがあるんじゃないかなと思います。そういう時は何をやってもうまくいかないとか、悪いことばっかり続いたりね、で、人間関係がうまくいかなくなったり、家庭とか夫婦に問題が起きたり、で、またはね、病気や怪我に見舞われたり、お金がね、なくなってしまうっていうこともあると思います。もうまさに絶望という感じになると思うんですよね。でもその場に座り込んでね、もう一歩も動けなくなるっていうような感じです。こんな風な、もうなすすべなく、もう目の前が真っ暗になってしまうような状態をね、私も何度か経験しています。まあ、辛かったですね。本当に息をするのもやっとっていう感じでした。で、そういう時ってね、実はその前からじわじわ悪くなってきてるんですよね。で、警告が来てるのに、やっぱり我慢してね、ずっと続けちゃってるんですよ。で、もうダメだって、もうどん底だって。で、もうこれ以上落ちないだろうって思ってるのに、さらに落ちるようなことがね、連続して起こったりするんですね。で、ああ、ここが本当のどん底ってやつかってわかる瞬間があるんですよ。で、あ、今がそこなんだなって。足がね、そこについたなってね、分かったんですよ、私の場合。本当にね、不思議な感覚でした。で、私の場合は、その直後にね、部屋の天井がパーって開いて、太陽の光がね、部屋の中にパーってこう斜めに差し込むようなビジョンが見えて、今だっていうね、天の声のようなサインを受け取ったんですね。で、その瞬間に子供と家を出ようっていう決断をして、で、すぐに実行して、で、そこから人生がね、ガラッと180度大きく変わっていきました。
実はこのどん底こそがチャンスで、ここからが新しい人生の始まりなんです。そんな私の経験とか、いろんなね、先人の方々からの教えなどを学んで、私なりにどん底からね、人生を180度変えて最高の幸せをつかむ方法っていうのを大きく3ステップでまとめてご説明してみようと思います。まず1つ目は、起こることに抵抗せず全てを受け入れる。まずはね、起こったことをありのまま全て受け止めます。どうしてこんなことになったんだろうとかね、なんで私だけっていう理由を探したりとか、誰のせいでこうなったんだとかね、被害者意識を持ったり、あの時こうしてたらよかったんじゃないかとかね、私がもしかしたら間違ってたんじゃないかとか、自分を責めたりしないっていうことが大事なんですね。そしてね、頭が混乱して思考力もなくなってますから、もうこうなるとね、もうあれこれ考えても無駄なんですよ。一旦そういうのも全部含めて、あ、こういう時が来たんだなとか、リアルに起こってることなんだなって、これは非常事態なんだなっていうことをね、一旦率直に冷静に全て受け止めます。そうすると、はい、もうダメだな、もう無理とかね、もう終わった、絶望だとか、もう一歩も前に進めない、もう無理だっていう感じでね、もう完全にお手上げ状態になるんですよ。で、ここでね、絶望なんかしちゃダメだって、ポジティブでいなくちゃってね、で、こんな自分は情けないなんて思うことはね、一切ないんです。もう些細なね、日常のトラブル程度ならそれで乗り切れますけど、もうこういう時っていうのは非常事態ですから、もうできなくて当たり前なんです。そしてね、自分の人生をもう宇宙にね、丸投げしちゃってください。もうお手上げだーって、もうどうにでもしてくれっていう感じでね、もう全部パーって手放しちゃってください。私はね、実際やっぱりそうなりました。でね、はいはい、そうですかそうですかと、もうこれ以上頑張れません。もう無理ですっていう感じで、もうね、舵を投げました。で、この時点では何かを引き寄せようとか、もう頑張ろうとしなくていいんです。いい気分になる考え方がね、できなくても大丈夫です。とにかく、まずはね、肩に入っている力を一回全部抜いてください。で、そしてね、今ね、こういう状態なんだっていうね、この現状をありのまま受け入れます。で、そしてね、欲とか願いとかね、もうそういうものを一旦全部なくして、で、混乱してる頭の中をね、一旦真っ白な状態にリセットしましょう。ここで早い人だとね、何かすぐにサインを受け取ることがあります。すぐにね、それに従って、動かなくてはならなくなることもあるかもしれませんが、その時には謎のね、火事場のバカ力が湧いてくるので大丈夫なんですよ。で、またはね、次の2ステップ目、3ステップ目でサインを受け取ることもあるでしょう。で、このサインっていうのは、ふと目に入ってくるもの。で、人の口から耳に入ってくるもの。何か急に起こるハプニングとか、行動をね、促されるようなこと。急に決断を迫られるようなことだったりします。でもね、必ず良い方向に導かれるようなヒントとかきっかけがやってくるんですね。で、このサインがまだ来ないうちは、ここからね、しばらくは以前お話ししたようなお休み期間として、ひたすらぼんやり過ごしても大丈夫です。ですけど、ちゃんとね、最低限のご飯を食べたりとか、眠ることとかね、お風呂に入って着替えをしたり、お化粧をしたりね、身支度を整えるっていうことだけは、ちょっと頑張ってやってみてください。やっぱり見た目をね、ちゃんとしてないと、背筋も伸びないし、どんどん意識がね、悪い方に向かっていっちゃうんでね。で、人とね、会いたくもなくなって、もう外にも出られなくなったりしますから、身支度だけはきちんと整えましょう。で、このね、どん底っていうのはそこなんです。終わりなんですよね。で、運気っていうのは巡るものですから、今はね、嵐の時期なんだって思って、とにかく頭をね、低くして、嵐にね、直接当たらないように頭を低くして、謙虚な気持ちでね、で、この強い風が止むまで、ちょっと耐えてみてください。はい。では、二つ目。二つ目は、自分を見つめ直すということです。私は何のために生まれてきたんだろうとかね、こんなことになって、神様はね、私に一体何を教えようとしてるんだろうとかね、私の使命って一体何だろう、この苦しみや痛みがね、何のためになるんだろうなんていうふうにね、どん底の中にいてね、こういう意識が湧いてきたら、実はいい兆しなんです。これね、復活のエネルギーが溜まってきた証拠なんですよ。で、私たちってね、暗い沼の中からでもね、ちゃんと養分を吸って育つ、ハスの花みたいなものなんですよね。で、美しく咲けるのはこれからなんです。
生きる意味を考えるっていうことは未来を見ようとすることと同じです。で、絶望の淵からでもね、希望を見出そうってするのは、魂がちゃんとまだ生きているっていう証拠なんですね。そしてこのどん底を経験してね、藁にもすがるような思いがね、神様とか宇宙に届くからこそ、もうとっても重要でね、神聖なサインを受け取ることができるんです。で、あなたがね、知りたいって思って、心に問いかけを持った瞬間にね、宇宙がそれをキャッチしてあなたに答えを送ってくれます。ではここでサインの見分け方をご説明しておきましょう。偶然目に映るもの、耳に入ってくるもの、突然起こること、ふと気になった言葉、たまたま手に取った本、街角のポスター、誰かの T シャツのロゴ、思いがけないような場所にね、あなたにとって必要なメッセージが込められています。あとはね、何かキラッと光って見えるとか、心にね、スッてまっすぐ刺さってくる言葉。あとはね、大きく拡大して見える文字とか言葉ね。他にもいろんな伝え方で宇宙はね、サインを送ってくれます。ですから、五感とかね、もうありとあらゆる感覚を研ぎ澄ませましょう。そのサインに従って直感的にピンとくることとか、やってみようかなって思ったこと、あと興味のあるものとかね、何かやってみてください。そのね、サインに関するものを探してみたりとか、誰かね、経験豊かな人に相談してみたり、意見をもらうっていうのもいいと思います。人とね、会ったり話すだけでもエネルギーはもらえますし、あとやっぱり自分の思いをね、話すことで、だいぶ心が楽になると思います。で、自分よりエネルギーのね、大きな人、ほっと安心できる人、力強くね、いつも励ましてくれるような人にね、話を聞いてもらうのがおすすめです。はい。では最後の3つ目ですね。3つ目は、決断し、手放し、行動するということです。ここから人生を変えるんだ。這い上がるんだっていう決断ですよね。自分でね、こうする、こうなるんだって決めることが大事です。人生はほんの一瞬の決断で大きく変えることができるんです。そしてね、今何かにね、しがみついているものがあれば全部手放す。捨てることが必要です。究極はこれだけはね、絶対に捨てられないっていうものをね、少しだけ持ったら、あとは全部捨てるぐらいの覚悟をすることです。私が家から持って出たものといえば、子供ね、それから本、あと新しいところで使うね、食器を少しだけ。もうね、他には何にもいらないって思ったんですよ。それぐらい精神的にギッリギリの状態でしたね。家具とかね、家電とか、車とかね、お金とか、子供の戸籍とかね、もう後からね、争ったりとか、もう揉めるのもとにかく嫌だったので、もうしがみつかずにいろんなものをとにかく手放しました。で、ここでね、とことん手放すからこそ、新しいことがね、どんどん入ってくるようになります。でもしね、手放す前に、もうすべて失ってますっていう方がいらっしゃるかもしれませんけど、もうこれだとね、捨てる必要がないわけですよ。で、ある意味これって宇宙がね、お膳立てしてくれたのと同じなんですね。で、自分では捨てられないようなものを代わりに捨ててくれたって考えればいいんですね。だからある意味ラッキー。もうすでに準備は万端だっていうことです。で、そしてここから行動を起こしましょう。今を変えるためにね、自分のね、勇気を奮い立たせてください。例えばね、別居とか離婚、転職、引っ越し、開業とかね、再婚、留学っていうのもあると思います。もう前からね、いつかこうしたい、こうなりたいって心にね、秘めてきたことがあるはずです。どん底っていうのは人生を変えるチャンスですからね。もう失うものは何にもないんですから、もう思い切ってやりましょう。私の場合はね、もう下が見えない、もう高い崖からね、飛び降りるぐらいの覚悟でやりました。命綱があるかどうかもわからないし、もう谷底がね、どんなに深いかわからなくても、もう飛ぶんですよ。どん底っていうのはね、それぐらい追い詰められてるんです。もう後ろがもうないんですよ。燃えている、もうビルの窓から飛ばないともう死んでしまうってね、もうそれぐらいの状態なんですね。もう飛ぶしかないんですよ。で、勇気を持ってここで飛んだら、必ず救いの手が来ます。だから絶対に生き延びるんだって思ってください。で、もし、どうしても飛べないっていうんだとしたら、まだね、何かやり残してることがあって心残りがあるとか、もしかしたらね、その状況のまま改善の余地がまだあるのかもしれません。でもとにかくね、決断したんだったら、もうすぐに行動に移すことが大事です。もう誰かがね、もし反対したり泣いたりしてもね、または、そんなことやっちゃダメだよって批判したとしても、自分の決めた道を行くんだってね、
もう決めてしまうことです。誰かが悲しむかなとか、私さえ我慢すればいいんじゃないかとかね、心がまた揺らいだらまた元通りなんですよ。昨日と同じ明日、ね、今年と同じ来年をね、また繰り返すだけなんですよ。その悲しんだり反対してる人でさえね、あなたの人生の責任を全部取ることはできないんです。その人の言うことを聞いたからといってね、その人が必ず幸せにしてくれるわけじゃないんですよ。あなたの人生はあなたが変えるしかないんです。自分を幸せにできるのは自分だけなんですね。で、こういう強い気持ちで行動を起こすことで、運命の輪が回り始めます。以前にも言いましたけど、自転車に乗るときってね、最初ペダルを漕ぐのは重たいですよね。ですけど、漕いでるうちにどんどんペダルって軽くなってくるじゃないですか。このエネルギーってね、動かせば動かすほど流れるようになるんです。つまりね、行動するからエネルギーは回り出すんですね。で、そして願いが叶う未来へのね、時間もここから流れ始めるんです。エネルギーがちゃんとこう回っていないと、新しい運気も入ってこないですし、未来へね、つながる時計も動き出しません。つまり人生は停滞したままになってしまうということです。だから行動が大事なんですね。おさらいすると、まずは起こったことをありのまま受け入れること。それから自分の内側にフォーカスして自分を見つめ直す。で、自分との対話をしていくうちに、自分が進む道が見えてきたらすぐに行動。ね。もう行動あるのみなんですよ。で、最初のね、ワンステップ目の辛い時期にはね、心を落ち着けてエネルギーを貯めて、で静かに自分の内面にね、意識を向けるっていうことを大事にしてください。そうするとね、サインは必ずやってきます。でね、どんな時でも神様って絶対にあなたを見捨てることはないんですね。もう生きていたら何歳からでもやり直せます。私はね、40代半ばで人生がガラッと変わりましたからね。で、YouTube を始めたのもう50代ですよ。ですから希望を捨てないでください。どん底っていうのは人生の転換期なんです。で、ここからね、あなたの人生がね、新しく始まるんですよ。どん底はね、終わりじゃなくって、もう実はここがスタート台で、新しい旅の始まりなんですね。で、人生の大切なことに気づけて、で、次のステージにね、移行するためのビッグチャンスなんです。で、災い転じて福となすっていう言葉があるでしょ。もうまさにその通りなんですよ。で、どん底まで落ちたからこそ変わろうって、もう今変わるんだって本気で思えるし、で、またね、そうならなければできなかったことが絶対にあるんです。で、あれほどの辛さとか苦しみがあったからこそ、あれができたし、今の自分があるんだなってね、後になってわかるんですよ。どん底すらも実は宇宙からの愛のギフトだったんだなって、宇宙にはもう愛しかないんだなっていうことがわかると思います。ただね、チャンスっていうのは一見不幸な顔をしてやってくるっていうのがこのね、神様のド S なところなんですよね。もうこれね、お試しなんですよ。で、神様ってね、逃げずに乗り越えようとする人が大好きなんですね。ですから、ここをチャンスにね、転じることができるかどうかはあなた次第です。で、いらないものを全部削ぎ落として、で、新しい自分にね、生まれ変わる決心と行動ができれば、もうあなたの願いはね、ここからも次々に叶っていきます。ですから、どん底っていうのは、ピンチがね、チャンスに変わる正念場ですから、もう顔を上げてね、前を向いて、強い気持ちで何とか乗り越えてくださいね。私が自分の人生で実感していることですから絶対に大丈夫です。頑張りましょう。はい、いかがだったでしょうか。今回はどん底からでも幸せになれるシンプル3ステップというお話でした。どん底なんてね、昔の人はよく言ったものですよね。本当にね、ドンって足がつくところがあるんですよね。言い換えると底なし沼じゃないってことなんですよ。必ずそこがあるから、もうあとはもう浮かび上がるだけなんです。だから大丈夫です。そして、この経験こそがね、もう後々宝物になってくるからね、本当に人生は面白いですよ。どんな物語も、やっぱりいろんな経験をするから、主人公はね、魅力的に輝くんだと思います。そしてね、この脚本っていうのは自分でいかようにも書き換えることができるんですよ。これを乗り越えた先には、もう想像を超えるようなすっごいご褒美も待っていますから、人生のね、ドラマを丸ごと楽しんでいきましょう。今回のお話が良かったと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。